10時間座っても疲れないというこの椅子。見てください、この反発力。トランポリンみたいに跳ね返すんだけど、この反発する力で腰や背中をサポートしたら、本当に10時間座っても疲れないのか。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回はこんな感じで実写メインでお届けします。このチャンネルではいられやデザイン系の知識を発信している他に、クリエイターが仕事で役立つアイテムを紹介しています。いわゆる商品レビューで意外と人気のシリーズです。で、今回は日本企業のコフォさんからコフォチェアプレミアムを提供していただいたので、こちらをレビューしていきたいと思います。この椅子のキャッチコピーが10時間座っても疲れないということなんですけれども、これ本当なんでしょうかね。10時間って言ったら、まあだいたい1日の仕事時間って感じですよね。1日座り続けて本当に疲れないのか、いや実は疲れるんじゃないか、その辺を検証していくのが今回の動画です。検証動画なので極力立たないようにはしていきますが、トイレは許してください。実際仕事中でもトイレくらいは席を立ちますし、そのくらいは良しとさせてください。あとご飯は椅子の上で食べます。飲食は禁止ではありませんということでやっていきます。さて、本当に疲れないんでしょうか。広報公式アンバサダーになった私が正直なレビューで紹介していきたいと思います。動画の最後にはお得な情報もありますんで、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではデザイナーを目指す人やセンスを磨きたい人のために役立つ情報を動画にしています。続けて見ているうちにどんどんスキルアップしていくはずです。役に立つ情報だなと思ったら、友達や SNS などに拡散をお願いいたします。高評価とともにぜひポチッとお願いします。ビフォーを確認。それではコフォチェアプレミアムに10時間座り続けて疲れるか疲れないかを検証していきたいわけなんですが、それは現在と比較して疲れるか疲れないかっていうことになると思いますんで、まずは私のビフォーの状態を紹介します。今まで座っていた椅子がこちらです。リサイクルショップで机とセットで5000円だったやつ、いわゆる激安の椅子に座っていたわけなんですが、すげえやべえ椅子なんですよ。これが椅子に座った状態で足を上げると勝手に回転しだすんですよ。もう一回やりますよ。ほら、なぜか回っていく。これがね、やべえ椅子なんですよ。これと比べる感じになります。あと10時間座るっていうことで、私の体についても少しお話ししておこうかなと思うんですけれども、まず腰ですね。腰は医者からややヘルニア気味だというふうに診断されています。日常生活で痛くなることはありませんが、調子に乗ってふんぞり返っていると腰が痛くなってきたりするっていう感じですね。あと肩こりについて、今まであまり肩こりしなかったんですけれども、最近するようになってきたって感じです。椅子で肩こり治るんかいって感じで、あんまり関係ないかもしれませんが、10時間座って肩の調子はどうなのかっていうところも見ていきたいと思います。組み立てでは、椅子が届いたんで組み立てていきたいと思います。むちゃくちゃでかい。成人男性と比べてこのサイズ感ですからね。佐川のお兄さんが一人で運んできたんだけど、あれどうなってんでしょうね。部屋が2階なんですけど、上げるのめっちゃ大変でした。あ、段ボールに直接組み立て方書いてあるの便利ですね。これなんだろう。床の保護シートでした。こんなのつけてあるなんて優しい。あとは工具セットどころか軍手まで入ってました。ここのね、軸を刺すのがね、間違いやすいんで気をつけてください。なんかこうやって刺したくなるんですけれど、そうやって刺すと地獄の重みに耐えながら絶対にはまらない穴を探す羽目になります。なので黒い方を上に刺すのが正解のようです。いや、先にフットレストをつけるのが正しかったようです。椅子に差し込んだら付属の工具でネジ止めします。続いてアームレスト。
椅子の下の穴にぶっ刺していきますと。でアームレストのネジ止めがすごい分かりにくかったんですけれども、アームレストのネジ止めはくるっと回って下にあるここの丸にネジ止めするみたい。わかんねえ。小さい穴の方にはネジ止めせずにカバーをはめるだけのようです。確かにアームレストの穴も片側しかネジ式になってないですね。背もたれを今度は取り付けます。今までのパーツに比べたらまだまだこれは軽めだったんですけれども、差し込むっていうよりかはほぼここの座面のところに乗っけるだけでついたような形になりました。あとはここをネジ止めするようです。だいぶ出来上がってきました。でヘッドレストですね。端の細い部分に差し込んで、そのまま太い真ん中の部分に移動させていくって感じで固定していきます。でこれがハンガーです。ハンガーはヘッドレストのところにちょうどはまるようになっていますと。でこれがホルダーです。ハンガーの下側にはまるようになっていて、なんかいろいろかけられますと。でこれもネジ止めしていきます。ということで完成です。各パーツが重いだけあって、この椅子の安定感はとてつもないものがあります。その場でぐるぐる回っていきますね。では組み上がったので実際に10時間座っていきたいと思います。では実際に10時間座っていきたいと思います。初めて座った時の感想を動画にしたくてあまり座らないようにしてたんですが、実際に座ってみてどうでしょう。めっちゃやっぱ重たいだけあって安定感ありますね。ではここから10時間座って本当に疲れないのか検証していきたいと思います。朝の8時からがスタートです。つまりは夕方6時までで10時間です。その間は普通に仕事をしていきます。予定としては問い合わせの返信だったり動画の編集撮影などをやっていく予定です。まだ座り始めてほんの少ししか経っていませんが、もう腰が楽な感じがします。あとヘッドレストのクッション性がいいですね。ボインボインって頭が跳ねる感じがしますね。ということで間もなく2時間経過。座り始めてまだそれほど時間は経っていませんが、ここまでの感想です。すぐ実感できたのがこの腰のサポートですね。押し返すような力が働いて座っていてすごく気持ちがいいです。同じくヘッドレストも押し返す力があって起き上がる時にスッと起き上がれる感じですね。2時間経って足が組みたくなってきたので今度はフットレストを使ってみたいと思います。フットレストは引っ張り出すだけなんですが、あんまり良くないんですけど、私椅子の上であぐらかいたりするんでその時に使ってみたいと思ってます。あとは普通に水も飲んでいきます。この後は問い合わせなんかの業務が終わったので YouTube の台本なんかを作っていきたいと思ってます。撮影もパソコンのキャプチャーなんでこのまま撮影できたりするんですが、ちょっと立って作業する部分があったりするのでできるところまで進めたいと思ってます。すごい足いい、足いい、楽、足いい。これ座っている姿勢が変わらずにそのまま椅子の角度だけが変わるので足も楽だし腰も楽ですね。でやっぱり押し返してくれるので、こうやってね押し返してくれるのですごい起き上がるのが楽ですね。昼の12時を過ぎて4時間が経過しました。今スマホで撮影してるんですけれども充電が切れてしまって
ちょっと空白の時間ができてしまったんですけれども、しっかり座ってました。その間にお昼ご飯も食べました。ちなみにちゃちゃっと食べられる冷凍パスタです。で、午前の部が終わったわけですが、疲労感は通常よりもだいぶ少ないと思います。ただ、それとは別に普通に椅子から立ち上がりたい気持ちになってきました。席から立ちたい。私は1時間に1回ぐらい席を立つようにしてるんで、こんな状況はかなり珍しいです。あとフットレストについてですけれども、これもすごく良かったです。椅子の上であぐらしたくなったりするんですけど、その時にちょっと足の置き場があるっていうのがすごく楽で良かったなって感じです。はい、ということで午後2時を過ぎて6時間経過しました。ちょっとスマホの充電の兼ね合いで撮影できていない時間帯がありますが、しっかり座っていました。10時間のうち半分以上経過しましたが、体の疲労はまだ感じていません。ただし、ずーっと仕事に向き合い続けてきたので、精神的な疲れというか、ちょっと仕事から逃げ出したいなーっていう甘えが生まれてきたって感じです。仕事に逃げ出したい。いやいや、そんなこと言わずに頑張ります。はい、仕事開始から8時間が経過しました。この辺で実感してくるのが、普段より肩こりしていないことですね。肩こりないっすね。すごいこれマジで肩こらない。普段肘置きとか使っていないんですけれども、肘置きを使うことで肩への負担がすごい少なく感じられて、肩こりしてないのがびっくりですね。こうやってキョンシーみたいに腕を上げてるとすごい大変だと思うんですけど、机に手を置いたら楽になるじゃないですか。1点支えができるわけですからね、こうやってね。で、さらに肘掛けがあると2点で腕を支えるので、肩こり少ないのってこういうことなのかなっていうふうに思ってます。で、肘掛けの位置は自分の好きな位置に持ってこれるので、いい感じの位置に持ってこれるのって大事ですよね。なんだろう、別に行儀よく座ってたわけじゃなくて、のけぞったりもしたんですけれども、全然腰も痛くなってないし、肩こりも楽だし、結構疲れないかもしれません。あと個人的には夕方頃から覚醒モードに入ってきて、こっから仕事どんどんやれる時間帯になっていくんで、仕事が嫌だっていう気持ちもだいぶ収まってきて、かなり前向きな気持ちで取り組んでます。10時間まであと2時間なんで頑張ります。はい、じゃあ10時間経ちましたということで、感想の方をお伝えしていきたいと思います。そうですね。今のところ速報としてはすごく楽な椅子って感じですね。これはもう私の感想でしかないんですけれども、腰の痛みもないし、肩こりもかなり軽減されています。で、昼頃感じてた仕事が嫌だっていう精神的疲労も今は覚醒してるので全くないっていうことで、結論的には10時間座っても疲れないは、これは本当だと思います。これは跳ね返す力を検証したくて後日撮った動画なんですけど、家にあったバドミントンのシャトルを当てると、誰かが打ち返したみたいに跳ね返ってくるんですよね。これ面白くないですか？当然前使っていた椅子ではこんな風に気持ちよく返ってきたりはしません。あとボールプールにありそうなボールとか、このボール自体全然弾まないんですよ。普通の椅子だとこんな感じですね。ゴロで帰ってきます。と面白かったのが鉛筆の束ですね。もうトランポリン買ってぐらい跳ね返ってくるんですよね。こっちの椅子も似た素材感ではあるんですが、あんな風に跳ね返ったりはしません。つまりは座った時に体が押し返されるような力が働いて、姿勢の維持が楽だし、立ち上がる時もスッと立ち上がれるような力がかかるから疲れないって感じでしょうかね。
それと比べると今までの椅子は全部自分の力で立ち上がるし、全部自分の力で姿勢を維持するって感じなので、疲労感に違いが出たって感じなんでしょうかね。ということでまとめです。正直こんなに違いが出ると思いませんでしたね。疲れにくいってことは仕事が終わった後プライベートでもまだまだ動けるってことですし、その気になったらもっともっと仕事ができるってことなので、すごいメリットは大きいかなというふうに思います。ヘルニア気味の私の腰も喜んでいたので、私はおすすめすることができます。個人の感想ではありますけどね。で、コフォチェアプレミアムなんですけれども、お値段が2025年2月時点でこちらとなっています。この動画の概要欄のリンクから購入していただくとお得に購入できるようになっていますんで、ぜひチェックしてみてください。今回の動画は実写ということでかなり挑戦的な内容だったんですが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでまた別の動画でお会いいたしましょう。ではまた。バイバイ。